お母さんが事故に遭われました。突然の警察からの電話に、私は驚きのあまり声を失った。つい昨日、実家に行って母と話したばかりだというのに、好物のいちご大福をお土産に買っていったら、おいしいと満面の笑みで食べていた母。警察に教えられた病院に行くと、姉も来ていた。私を見るなり、姉が抱きついてきて号泣する。お母さん、ダメだったよ。ダメってどういう意味？まさか。視線を病室の中に向けると、ベッドに寝ている母の顔には白いハンカチがかぶせられていた。そんな、お母さん、嘘でしょ？私の呼びかけに冷たくなった母が答えてくれることはなかった。私はショックと絶望のあまり、その場に崩れ落ちてしまったのだ。私はユキコ、35歳の専業主婦。夫の正隆は高校の同級生で結婚10年目。小学生の娘もいて、平凡ながら幸せな日々を送っていた。自宅から車で10分ほどのところに実家もあり、姉の嫁ぎ先も近かった。母、姉、私の3人はよく集まって美味しいレストランに出かけたり、ショッピングをしたりと仲が良かったのだ。母は還暦を過ぎているのだが、おしゃれで若々しく、3人でいると3姉妹だとよく間違われた。父は10年前に病気で亡くなったのだが、早くに亡くなってしまったお父さんの分も人生を楽しむつもりよ。私は100まで生きるから。なんて言って笑っていた。そんな母が交通事故で急逝するなんて信じられなかった。警察が事故のあらましを話してくれた。偶然事故の様子を目撃した人がいたらしい。普通に歩道を歩いていた母に、後ろから歩道に突っ込んできた乗用車にはねられ、道路に叩きつけられ、そのまま動かなくなったとのこと。その乗用車はそのまま走り去ったらしく、なんとひき逃げだったのだ。警察はその犯人を捜査中らしい。大事な家族を奪われた身としては、腹渡が煮えくり返る思いだ。車で引いた母をその場に放置して逃げるなんてひどすぎる。警察の捜査の関係で母の遺体が返されるまで3日ほどかかった。その間に私と姉は片付けのため実家に入ったのだが、母も急に亡くなってしまったので生活感のあるままの状態だった。炊飯器にはご飯がまだ入っていたし、テーブルの上には読みかけの単行本が置いたまま、飲みかけのお茶の湯飲みまで置かれていた。私は呆然とその様子を見つめ、今にも母がただいまと帰ってきそうな気がしていた。亡くなって一番びっくりしているのはお母さんかもね。姉の言葉に妙に納得してしまった私だが、そう悠長なことも言っていられない。家を片付けて母を迎える準備をしないといけない。お通夜、お葬式、さまざまな提出書類とよくわからないことが押し寄せてきて、ゆっくり悲しんでいる余裕もなかったのだ。お葬式は忙しくて悲しんでいる余裕がないと聞いたことがあるが、本当にそうだと思う。警察の調べは続いているようだが、母の遺体は返してもらった。お葬式の準備は姉や親類が手伝ってくれ、行うことができた。式では明るく誰にでも親切だった母らしく、
親しい方々が多く集まってくださった。遺影の母は満面の笑みで、今にも話し出しそうな表情だ。それにしても、ひき逃げ犯はどんな人物だったのだろう。引いた後、母を助けようともせず、その場を逃げ出し、そのまま雲隠れするなんて、許せない。まだ犯人は捕まっていなかった。車の車種もわかり、運転した人物を見たという目撃者もいたようだが、車のナンバーを覚えている人がいなかったのが、捜査が進んでいない理由だろうか。犯人は若い男。それだけは分かっている。早く犯人が見つからないと、お母さんも浮かばれないわよね。姉の言葉に私も大きくうなずいた。葬儀は終わったが、事務的な手続きは続いており、役所に行ったり、銀行に行ったりと、慌ただしい日々だったが、ふと携帯電話のことを思い出した。母の携帯電話を解約しなければならない。母がもう使うことはないのだから。携帯電話の解約の仕方がわからず、近くの携帯ショップに電話して聞いてみることにした。はい、もしもし、東西携帯ショップでございます。どんなご用件でしょうか。はきはきと明るい男性の声が返ってきた。母が亡くなったものですから、携帯電話の解約のやり方を聞きたくて電話しました。はあ、解約ですか？忙しいので予約を取ってもらわないと急には対応できません。ショップの方に聞いてください。解約と聞いて、急に店員の声のトーンが低くなり、だるそうな話し方に変わった。そういえば、前に携帯ショップに勤めていた知り合いが、解約はできれば受けたくないと話していた。高額な携帯を購入したり、プランをアップグレードするお客の方が収入が上がるので好まれるのだろうが、それによって対応を変えるのはおかしいと思う。予約を取ると1週間後になってしまった。それって月をまたぐことになりますけど、使っていなくても基本料金は取られるってことですよね。はあ？当たり前でしょ。呆れたような声を出され、なんだか恥ずかしくなった。しかし、ネットで調べてみると、すぐに対応してくれると書いてあるが、納得できないまま、1週間後に携帯ショップへ向かう。若くて不愛想な男性の店員に予約をしていたことを告げると、ああ、あんただったのか。というので、私の電話を受けた人なのだろう。名札に佐々木とある。お客様が多数いらっしゃるので、しばらく待ってください。確かに店内には他にも人がたくさんいて忙しそうだ。おとなしく待つことにする。しかし30分経っても1時間経っても呼ばれない。気づくと私よりも後に来た人たちが先に呼ばれている。明らかに後回しにされているのだ。すみません。さっきから1時間以上待っているんですけど、どうなっていますか？後から来た方が先に呼ばれています。予約優先ですから。私も予約を取りましたよ。1週間前に。その店員は眉を潜め、はあ、と大げさにため息をついた。皆さん静かに待っているんですから、わがまま言わないでください。いや、おかしいでしょ。予約時間が1時間も過ぎているのに、後から来た人を優先するなんて。いや、あの方は新規で契約してくださる方ですから。契約の内容で順番を操作するなんておかしい。明らかに不平等だ。私は納得ができなかった。店長さんはいらっしゃらないのですか？呼んでください。
店長は他のお客様の対応で忙しいんだ。あんたの対応は俺がするからちょっと待て。佐々木という店員は短気なのか、敬語も使わずタメ口で話し始めた。不愉快極まりない。そこで私たちの言い争いに気づいたのか、店長らしい女性が慌ててやってきた。事情を話すと、誠に申し訳ございませんと謝ってくれ、佐々木にも順番をきちんと守るように注意してくれた。できれば店長に対応してほしかったが、彼女も担当のお客を待たせてこちらに駆けつけてくれたので、無理は言えなかった。明らかに不機嫌な顔で私に向かい合う佐々木。それで、解約する携帯はどれですか？先週電話でも説明しましたけれど、母が亡くなったので、母の携帯を解約したいんです。携帯の解約は本人しかできません。あなた、私の話聞いてました？亡くなった母は連れてこれないでしょ？普通は亡くなる前に解約をするんです。常識ないね。本人がいないと解約できないんだ。本当に嫌な言い方をする店員だ。私もつい強い口調になる。先日、ここの近くでひき逃げ事故があったでしょ。その被害者が私の母なの。急に亡くなったんだから準備できないでしょ。ひき逃げ事故と聞いて一瞬ぎょっとした顔をした店員だが、なぜかふっと笑って言い放った。ひき逃げされるなんて、よほどぼーっとして歩いていたんだろうね。自分の耳を疑った。なんてひどいことを言う店員だろう。あまりに頭にきたので掴みかかりたくなったのだが、店内には多数人もいるし、家の近くの携帯ショップなので知り合いもいるかもしれない。私は大きく息を吸って心を落ち着かせた。解約に必要な書類も調べて持参していたのだが、それを出す気にもならなかった。怒りで顔が熱くなり、握った拳がブルブルと震える。このままだと大変なことをしてしまいそうだ。わかった。出直してくるわ。必ず本人を連れてこいよ。連れてこれないなら二度と来るな。私は店を飛び出した。悔しすぎて涙がにじんできたが、泣いてたまるかと我慢し、そのまま姉のもとへと向かった。姉にこのことを話すと、私以上に大激怒。わかった。私に考えがある。ショップへ姉と一緒に向かった。幸いお客も少なくなっていたので、すぐ応対してもらえそうだ。店長が飛んできて自分が相手をするという。私たちの顔つきがよほど怒りに満ちていたのだろう。しかし私たちは佐々木を指名した。彼と話さないと意味がないと思えた。正直、携帯のことはどうでもよくなっていたのだ。彼と話をつけなければ腹の虫が収まらない。佐々木と再び向かい合う。またあんたか。本人はどこにいるんだ？その隣の人が本人？もしかしてあんた幽霊？本当にふざけている。ここにいるわよ。姉はバッグから骨壺と遺影を取り出した。まさか。あなたが本人を連れてこいって言ったのでしょ？連れてきたわよ。まさかそこまでする？ほら、蓋を開けるから本人確認してよ。佐々木は後ずさりした。蓋は開けなくていい。手続きは今すぐやるから、骨壺はしまってくれ。そういうわけにはいかないわ。本人がいないといけないんでしょ？解約が済んだら
壺はしまうわよ。私たちは事前に揃えていた必要書類を渡した。佐々木はそれを奪い取るようにして作業を始めたのだ。その直後、不思議なことが起こった。佐々木は眉間にシワを寄せながら作業していたが、突然飛び上がって叫んだ。今この骨壺動いたぞ。お前動かしただろ。そんなことをするはずがない。私も姉も膝に手を乗せて骨壺から少し離れて座っている。それに私たちには1ミリたりとも動いたようには見えなかった。姉と顔を見合わせながら何もしていないことを確認した。触っていないわよ。勘違いじゃない？いや、確かに動いた。お前たち下がって座れ。骨壺に絶対触るな。言われた通りにして離れたが、2、3分してまた同じことが起きたのだ。ブルブル、壺が震えてる。許して。椅子から転げ落ちて腰を抜かす佐々木。尋常ではない驚き方だ。店内にいる人々は佐々木の様子に驚き、息を飲んで見つめている。ごめんなさい、許して、取り付けないで。骨壺に向かって土下座をして謝っていて、やはり様子がおかしい。壺は動いていないわよ。それにどうして母の骨壺に謝るの？するとはっとした顔をして壺から私たちに視線を移した。なんでもない、ちょっとビビっただけさ。そう言いながらも私たちを早く追い出したい様子だ。あと少しで終わるから作っておくよ。骨壺が気味が悪いからとにかく帰ってくれ。できたら連絡するから。出直すのは大変よ。今ここでやって、母さんの目の前で。佐々木はちっと舌打ちをして作業を始めたが、顔面蒼白で手が小刻みに震えている。骨壺を何度もチラチラと見て、明らかに変だ。10分ほどで解約手続きは終了した。こんなにすぐ終わるのなら、どうして最初にしてくれなかったのかと佐々木の悪意を感じた。それに骨壺に対する恐れ方は異常だ。何か後ろめたいものを感じているように思われたのだ。帰る前に店長さんに職員の駐車場がどこにあるのか尋ねると、ショップの裏にあるとのことだったので、不審がる店長に私たちの疑いを伝えると真っ青になっていた。もしかするとと思いながら店の裏の駐車場に行ってみる。表の駐車場がお客さん用で、裏が職員用のようだ。やはり警察から聞いたひき逃げ車と車種と色が同じ車があった。近くに行ってみると、前方の結構広い部分が最近補修されたようなのだ。ペンキの色が新しく、後方の部分と明らかに違う。きっとこの車が佐々木の車だと直感した。再びショップへ入った。佐々木が私と姉の姿を見て、声を荒げて大声で怒鳴りつけてきた。もう用は済んだはずだろ。何しに来たんだよ。出て行け。そうはいかないわ。私は先ほどの駐車場で撮った写真を見せる。佐々木は写真を見て口をあんぐりと開け、目を見開いている。これは俺の車じゃない。かなり動揺しているので、嘘をついているのは明らかだ。店長を呼んで確かめると、やはり佐々木の車だった。どうして嘘をつくのかしらね。さらに修理した部分の写真を見せる。ここ
ひき逃げ事故の後に修理したんでしょ。その言葉に佐々木は心底びっくりしたようで、なんと一歩後ずさったのだ。それでも懸命に弁解した。違う、これは自宅の壁に当ててしまったから修理しただけだ。ま、警察に調べてもらえばはっきりするでしょうね。警察と聞いて佐々木が動揺した。どうして警察なんだよ。解約してやっただろ。嫌がらせはやめてくれ。冗談じゃないわ。私たちの母親がひき逃げにあって命を落としたのよ。黙っていられるわけないでしょ。俺は犯人じゃないよ。だから頼むから警察には言わないでくれ。何もないなら気にする必要がないでしょ。そう言うと黙り込んでしまった。店内にいた数人の客も佐々木のことを遠巻きにして見ている。もうどうにもならないと開き直った佐々木は苦笑いしながらとんでもないことを言い始めた。へっ、だいたいさ、年寄りのババアがいなくなってお前たちも本当は助かったと思っているんだろ。世の中そんなもんさ。聞き耳を立てていた店内の客が非難の視線を佐々木に向けているが気にしていない様子だ。姉が突然骨壺を再び取り出した。さあ、この母の前でさっきの発言をしてみなさい。すると佐々木は、それだけは勘弁して、本当に動くんだよ。もうやめてくれ。と泣き出したのだ。そして店を飛び出し、逃げ出そうとしたところへ警察が到着した。実は私と姉は車を確認した時点で警察に通報していたのだ。泣き叫びながら連行されていく佐々木を冷たい視線で見送った。その後、佐々木は交通事故の後、母を助けることもせず逃げ出した罪で有罪。人の命を絶った罪は重く、塀の中から出るのには長い年月が必要になるだろう。私は母の仏壇に好物のいちご大福を備え、すべてが終わったことを報告した。それにしても骨壺が動いたと佐々木が騒いだのが気になる。私たちには全く動いたようには見えなかったのだ。あれは本当だったのだろうか。それとも佐々木の罪の意識がそのように感じさせたのだろうか。今となっては誰もわからない。私と姉は普段の穏やかな生活を取り戻した。時々会っては明るくて優しかった母の思い出話に花を咲かせている。